トッチーです。内田さんじゃない時にするとは思いませんでした。正直。失敗しました、オープニング。はい、ということで、関西久々のオープニングですね。そうですね。ですかね。確かに。はい。あまりここに、まあ動画には出てもここにはあんまり立ってなかった。そうですね。はい。はい、ということで、今回のテーマはこちらです。はい、もろ手取り四方投げですね。先生、もろ手取り四方投げ、動画の中でちょこちょこは出てきてたんですけれども、はい。そうですね、ちょっと型じゃないシリーズが続いたんで、一つ型をやっとこうかなと思いまして、改めて、はい、最近ちょっとマニアックな方に傾きが来ているので、はい、ということで、今回はもろ手取り四方投げということで、やってみたいと思います。では、見本動画の方からご覧ください。どうぞ。はい、もろ手取り四方投げ。今、流す場合を2種類やらせてもらったんですけど、ちょっと前からですね、こういう四方投げをされる方がいらっしゃって、何人かちょっと続けてみたんで、間違いかどうかは分かりませんけど、あまり、うちではあまりお勧めしませんですよ、と。こう来て、やってやれないことはないですけど、これ取られたままなんでですね。そうそう。ね、通常流す場合には、手のひらは上向きで、これはちょっと実は二人掛けの関係で前にもやったかもしれません。こちら。で、難しいのは、このラインを流すのは分かってても、転換でこれを引っ張ってきちゃうんですよね。なので、あくまでこのライン上。つまりは自分を処理しないといけないんですよね。相手を処理するのではなくて、自分が処理しなきゃいけない。で、ここ転換ですね。軸立てて、ここを軸にこれを運んであげると、この状態になります。あとは普通の仕様。これが一つ。もう一つは、陰に取らせると言いますか。今度は、こちら側。で、これも、自分の方に持ってきちゃう。そうではなくて、このライン上、向こうに切り落とす感じ。ですね。ごめんね。そっちからよ。向こうに切り落とす感じで相手を流し崩して投げましょうと。ですね。で、あとはあんまりお勧めしないっていうか、間違いじゃないとは思うんですけど、個体の稽古で止まった状態で、押しも引きもしない状態でこう持っていこうという方も見かけるんですけど、当然、1対2なので、めちゃくちゃ呼吸力があって、相手崩せてればいいし、相手が無理やり押してきてるんだったら、こっちに流せないことはないかもしれませんけども。個体の稽古で押し引きでやるのはちょっとまた難しくなるんですけども、このままでは取れない。なので、一旦外に外して崩して取る。反対側もしっかりで、このままは取れない。一旦外に外しておいて、こちらで崩して持ってくると。止まった場合、止まって稽古されるときにこういうやり方も、昔やるのは、習ったのは習ったんですけどもね。で、このままこっちに行って裏もいいじゃないかって言われることもあるんだけど、今ね、こっちが生きてる。こっちは多少殺せたとしても、こっちが、これで殺されてくるんでね。一旦、ここでやっぱ崩す。こちらで崩して持っていく。一番おすすめなのは、流して持っていく。これ上から切り落として持っていく。ここから入られるといいかなと思って、ちょっとやらせていただきました。ありがとうございます。
で、この時の注意としては、先に掴んでしまわない方がいいですよ。先に掴むと動きが固まりやすいので、掴むのは後回し。流すのが先の方が。どっちもしかりなんですけどもね。こう来て、今度はいわゆる陰に取らせました。こちらが陽、上、陰ですね。で、先に掴みに行くというよりは、流す方を先に。流すのを先に持っていった方が、パッと掴んでしまうと動きにくくなる。自分が責められるんで、まずは流していく。ね、こうと。こうと。で、先ほどやった陰で取らせる。陽で取らせる。陰と陽。人間学とかでやる小のようなつながるかと思います。もうこれは前もやったらこの陰で取らせる。陰で取らせて。あんまり今では結びっていうのはちょっと浮かばないんですけどもね、これはでも基本的にこうじゃなくてここを切り落とす。遊びとしてはこちらの方に遊びですけどね。これね、墨落とし編とかでもね、墨落としちょっとまだディテールやらなきゃいけないけど、サッカーの崩しとか言ったりするのかな。ここをこするだけなんです。これ押してるじゃないですか。重み投げないよ。重みを使うとこの感じ。ではなくてさっ投げていいから。投げるしか好きな反応して。わっ。これ前やってたじゃない。ごめんね。こうじゃないです。で、ここを変えないの。こう。ラララ。いいやろ。いいに見せて、これも押し付けてる。はい、これね、ここだけ。もっとやると、ここで主掌腱膜です。これで引っ張られてきてる。そう、ちょっと前に。これをする。接点を変えないっていうのが一応基本なんで、接点をここでやろうとするとやれないんですよ。ここを基準にこちらゴロロってここちょっとしたコツとして補強としてここをへっこましといて、主掌腱膜というか、もうこの背側かここを使ってピンと張った感じが、ここで張って相手とバランスしたところでこれをひっくり返す。まだここを使ってる。ここは使わない。実際には使うんだけど使わないんだぐらいのつもりでないと。悪くないのかもしれない。そこを基準に世界がひっくり返る。
間に手を返すというよりは、ここを基準にして私と大塚さんがひっくり返る。出だしは良かったけど。押し込みが強いかな。毎度おなじみなんだけど、ここを変えようとすると抵抗されるから、ここで変えて、はい、そう変化される、そう抜けるか、抜かれるんです。ここは変えないんですよ。もう文字通りここを切り結んだりカーンってなってハトハト引っ込んで動かないから、ここは動かさないんですよ。こっちとあっちを終わった。この時点でここを分かるかね、ここいくらやろうとしても何も起きないし、下手したら抜かれるってここで抜かれるじゃん。なのでここはもうがっちり食い込んでて動かないんだ。でこれとこれがひっくり返る。自分のひっくり返しは自分の意識でやってるからコントロールできてる。たまたまそっちは同じひっくり返ったんだけどコントロールしてなかったから崩れたっていう話ですけど。はい、ということで、動画の方を見ていただきましたけれども、先生、マニアックな方に走ってしまったので、ちょっと型動画を撮りたいんですが、最終的にちょっとまた偏ってしまいましたね。どうしても遊びの方にですね。感覚的にはどうでした？そうですね。やっぱどうしてもやっぱマニアの方の印象が強い。型よりマニアの方が時間長かったりしてるので、言えそうですね。陽で取る、陰で取るっていう、あそこの基本的なところからどうやって崩していくか、崩さないとなかなかこうひっくり返せないっていうのがあります。そうですね。はい、おしゃれに言えば陰陽の反転みたいなんですね。陰気は余れば陽じゃないけれど。はい、ということで、今回はもろ手取り、四方投げということでやってきましたけれども、型の中でも出てくるかと思いますので、はい、稽古の中で、活用いただければいいと思います。はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。よろしければいいねボタン、それからチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でありがとうございました。